んにちは、川西美希です。今回はキャンメイクの新作コスメを使った秋メイクを紹介します。それでは川西チャンネル始まるよ。あらかじめベースは仕上げてあります。まず最初に使うのはキャンメイククイックエアリーアイブロウ02番の600円でした。こちらはこんな感じになってて、描くとすごくふわっとしたパウダーです。これを全体に塗っていきます。全体に塗ったらコームや指を使って少しぼかします。そして次に使うのはキャンメイクカラーチェンジアイブロウの04番、こちら500円でした。この明るいカラーをちょっと濃いかなって思ったところを中心にブローしながら色をつけていきます。眉毛はこんな感じです。次にパウダーチークス PW38 番、こちらは550円でした。10月の10日に PW39 番が出るそうなんですが、こちらのカラーと少し似てる感じのカラーなので、そちらも使うのすごく楽しみです。最近私はチーク指に取って塗ることが多いです。指に取って楕円型に塗っていきます。力を入れてこするのではなく、ポンポンポンという感じで優しめに何度か重ねて色を調整します。そして次、こちらも最近の新作です。キャンメイクアイシャドウベースラディアントブルーです。こちら500円でした。これは指の温度で溶ける感じで、塗ってみるとそこまで発色する感じではないんですが、細かいパールが入っていて透明感を出してくれます。これをアイホール全体に伸ばします。アイシャドウベースのビフォーアフターはこのような感じです。そして次はアイシャドウ、こちらも秋の新作です。パーフェクトマルチアイズ03番、こちら780円でした。このパレットの明るい色から順番に塗るとこのような感じです。ラメやパールが入っておらずマットな発色でした。全体的にブラウンカラーでボルドーカラーがすごく可愛くて引き立つパレットになってます。マットなのでシェーディングだったり、あとアイブロウにも使えるなと思いました。全体塗ってみるとこのような感じです。まず右上のカラーを筆に取りアイホール全体にのせていきます。ベースを塗っているということもあってかなりしっかりとした発色に見えるので、全体にのせたら下から上にブラシを使ってぼかすような感じでグラデーションを作っていきます。そして左下のボルドーカラーを細めの筆に取って目の際にのせていきます。目尻はいつも通り垂れ目に下げて、下まぶたもしっかりとこちらのボルドーカラーを塗ります。今回は秋のメイクなので涙袋のところにもボルドーカラーしっかりとのせます。次に一番明るいカラーを指に取って目を閉じた時に黒目の上に当たる場所にのせます。そして先ほどのアイシャドウベースを指に取り、先ほど塗ったシャドウの境目をぼかします。次にまたボルドーカラーを細めのブラシに取り、今度は眉毛を少しボルドーに塗ってアイメイクと眉のカラーを合わせます。眉のビフォーアフターはこんな感じです。次はアイラインジェルラインアーティスト01番クラシックバーガンディのこちらは550円でした。カラーはこのような感じで、とても今回のアイメイクに合うカラーです。こちらをまつげの間を埋めるように塗っていきます。今回使ったシャドウと一緒に使うと結構自然に見えるのでおすすめです。アイラインとシャドウはこのような感じです。そしてこちらも最近の新作フレアリングカールマスカラボリュームプラスです。これは650円でした。これバージョンアップしたらしく9月1日に発売したものなんですが、これ一見ブラックなんですけど、よーく見るとブラックでもなくブラウンでもない、ちょうど間くらいの色で少しだけ優しい印象に見せてくれます。そして繊維も入ってて塗りやすく、でもダマになりにくく塗りやすかったです。何度も重ね塗りするっていうよりはさっと上下全体に塗る感じで塗りました。アイメイクの全体はこのような感じです。次にマットフルールシェーディング02番のこちら800円です。ハイライトを避けてその他の色を筆に取りフェイスラインにのせていきます。発色がちょっと薄めなのでしっかりと何度も塗ります。次にクリームハイライトの02番、こちら600円でした。このハイライトいつもはベージュカラーを使っているんですけど、今回は先ほどのアイシャドウベースと少し似た色を選びました。これを指に取り目頭、そして鼻筋、目の下にも少しだけ入れます。このハイライトは結構自然なツヤ感に見せてくれるのですごく大好きなコスメです。次にステイオンバームルージュの T04 番、こちらティントタイプで580円です。全国発売は10月10日からみたいなんですが、ロフトの先行発売でゲットしました。一見ブラウンなんですが、塗ってみると大人っぽい感じのレッドブラウンです。こちらを唇全体に塗っていきます。少し色が出にくかったので何度か重ね塗りします。唇に塗るとこんな感じです。次にボリュームアップレディグロス、こちら650円でした。こちらのグロスを上に重ねてふっくらした唇を作ります。顔全体の仕上がりはこんな感じです。
はい、ということでこれでキャンメイクを使った秋メイクの完成です。はい、ということで今回使った中での新色はこちらパーフェクトマルチアイズ03番で780円でした。こちらは5色入っていて、全体的にブラウン中心で、そして1色だけボルドーカラーが入っています。早速ここ割れちゃったんですけど、こことここが結構似ているカラーなので、今回私はこちらのカラーを全体に塗ってグラデーションを作るように筆で上に伸ばす感じで塗りました。そしてアイホール全体にこれを塗ったんですけど、その半分ぐらいの幅にこちらのボルドーカラーを上から塗りました。で、今回のこのパレットちょっと濃い感じに見えてしまうので、こちらのボルドーカラーも全体に描いたら後から筆でぼかすようにしました。使ってみた感想はとても使いやすいなと思いました。毎回ボルドーカラーを使うのではなく、今日はちょっとシンプルな気分かなって思ったらブラウンの方だけを使ったり、大人っぽく仕上げたいなとか、少しカラーを出していつもと違う気分にしたいなっていう時はこちらのボルドーカラー入れてみるとか、使い分けもできるし全色いっぺんに使うこともできるので、出かける時とかちょっと泊まり行く時とか、このパレット一つ持ってれば結構いろんなメイクできるんじゃないかなと思いました。筆で何度も何度も描いて色が出るっていうよりは、もう一発でポンと色が出てくるのでとても持ちもいいと思います。そして次はこちらキャンメイクアイシャドウベースの PB500 円です。こちらはくすみをカバーし透明感を演出するラベンダー寄りのブルーという風に書いてあります。触った感じかなり柔らかくて、指の温度で溶けるような感じで、ちょっとペタッペタッという風な感じのさらっとしたタイプのベースではないです。でもさっと伸ばしてちょっとこんな感じでなじませてみると全然ペタペタ感はないです。でもものすごくフィットしてるなっていう感じもそこまでないので、もしかしたらこのベースはちょっと厚めに塗ってしまうとよれやすくなるので、なるべく薄くさっと塗るのがいいのかなと思います。塗ってみるとそんな色を発するわけじゃなく、透明感が出てかといってものすごいツヤ感を出してくれるっていうわけではないので、あんまり主張しない感じでかなりナチュラルなアイシャドウベースです。カラーがパープルブルーなのですごく透明感を出してくれて、こういう紫色とかちょっとブルー寄りのベース目の周りにつけると血色感悪い感じに見えるんじゃないかなって思ったんですけど、そんなすごく色を出すタイプではなかったので意外と自然に馴染んでてびっくりしました。そして次の新作コスメはこちらフレアリングカールマスカラボリュームプラス、カラーは1色で650円です。でこれカラーが結構こだわってるらしくて、黒でも茶色でもないショコラブラックという風に書いてあります。一見こう見ると黒だろうって思うんですけど、じっくり見るとちょっとブラウンかなって。黒には出せない柔らかさ、茶色には出せないパッチリ感を現実し、大人リリーな抜け感にしてくれますという風に書いてあります。でこのマスカラの液自体は茶色らしいんですけど、すごい細かい繊維が入ってるんですけど、こちらの繊維がブラックらしいです。で繊維がたくさん入ってるタイプ結構ダマになるイメージなので、私そんなに好きじゃなかったんですけど、こちらの繊維はダマになることもなくしっかりと伸びてくれるし使いやすかったです。でこちらパッと見ただのブラックに見えたんですけど、よーく見てみるとちょっとねブラック寄りなんですけど、ほんの少しだけブラウンっぽいカラーです。そしてブラシ結構大きめのねつくしみたいなブラシなんですけど、上にキュイーンと向いてるタイプなので細かいところも塗りやすくて使いやすいなと思いました。これキャンメイクで出てる中のマスカラだと一番好きです。クレンジングオイルで落としやすいのも嬉しいポイントと書いてあるので、お湯で落ちるタイプではないけど今まであったマスカラよりはちょっと落としやすいのかなと思います。そして最後はこちらキャンメイクのステイオンバームルージュの T04 番です。でこちらチョコレートリリーというカラーらしいんですが、抜け感のあるダークカラーで使いやすいブラウンレッドという風に書いてあります。最初に見た時茶色いやいや私使わないですこれって思って、とりあえず手に塗ってみたら似た感じの色と一緒な感じ、ちょっと透明感があるので、塗りやすいのかなって思ったんですけど、いやでもあんまり茶色のリップ使ったことないなーって思って唇にのせてみたら、元の唇の色にこのカラーを塗るのでとても使いやすいなと思いました。で以前こちらのタイプの01番02番03番を紹介したんですけど、性能的に変わりなくみずみずしい感じのティントタイプなので、まだ見てないという方はこちらチェックしてみてください。でシャドウもそうだったんですけど、すごく秋にぴったりなカラーだなと思いました。以前紹介した01番02番03番よりはちょっと色が出にくいのかなと思いました。でなおかつ透け感があるっていうところがやっぱ一番のお気に入りです。あとこのタイプ使ってて唇荒れたことなかったので、これからこの季節はこちらのリップたくさん愛用していきたいと思います。でこちらは1つ580円でした。はい、ということで今回はキャンメイクのコスメを使って秋メイクを紹介しました。秋コスメ買わなきゃって思った方は高評価ボタンのチャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、ミキポンの自由帳もあるのでそちらの方もチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。